皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回もまた最後までゆっくりとお楽しみください。さて、時は9月下旬の2日間です。撮影を行った時の天気は2日ともよく晴れていました。1日目の撮影は昼下がりに行いました。その時の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で23度でした。これはこの日1日の中で一番暖かい時間帯の撮影でした。2日目の撮影は早朝から行いましたが、この時は1日の中で一番気温が低い時間帯でして、気温は15度でした。前回の撮影から1週間ほど経ったところですが、今やご覧の友禅菊が満開の時を迎えています。働き蜂が盛んに訪れて蜜や花粉を集めています。反対に夏の花であるオオハンゴンソウやセイタカアワダチソウは花がだいぶ衰えてきました。右と左の映像は同じ場所で同じ方法で撮影したものです。ただ撮影した時期が違います。右側は今回の撮影ですが、左側は50日ほど前の8月上旬の撮影です。50日前はオオハンゴンソウの花の外側を取り巻く絶情花が見事でしたが、今回の撮影ではそれが大方なくなっています。なお、撮影した方法はドローンを地上2メートルぐらいのところを飛ばせながら撮影しました。さて、前々回の動画の中で私はミツバチの冬ごもりの準備のお話をしました。その中で秋のミツバチヘギイタダニ防除についても少し触れました。しかし以前の動画の中でも折に触れて申し上げてきましたように、今シーズンになってからミツバチヘギイタダニの姿を巣箱の中で一度も見かけたことがありません。映像の中にも映ってはいないと思います。そしてこのことはこの動画を撮影した9月下旬の時点でも同じように言えることです。昨年は夏以降にミツバチヘギイタダニに散々悩まされました。そのことと比べると今年は大きく違っています。したがってミツバチヘギイタダニを今年になってから見かけていないという、私たちの観察がもしも実態を反映したものであるとするならば、つまり巣箱の中にミツバチヘギイタダニが本当にいないのであるとするならば、今の時点でダニ駆除剤を巣箱の中に投入するなどしてダニ対策を行うことには予防的な意味合いしかないということになります。ただここで一つ考えなくてはいけないことは、私たちの巣箱の中の観察のやり方が偏っているために、もしかしたらミツバチヘギイタダニを見落としているようなことはないかという点です。ミツバチヘギイタダニが巣箱の中にいる時の居場所は2つあります。1つ目は蓋のついた巣房の中にいて、そこで幼虫やさなぎに取り付いています。その際、働き蜂の巣房よりも蓋がついている期間の長いオスバチの巣房の方をダニは好むようです。そして巣房の中にいない時には、巣房の外にいる時には成虫の体表に取り付いています。成虫の体表に取り付いている時には成虫の背中側よりも、むしろお腹側に取り付いていることの方が多いようです。では、このようなミツバチヘギイタダニの居場所を考慮に入れた上で、私たちの日頃の巣箱の中の観察のあり方をチェックしてみると、一体どういうことが言えるでしょうか。そこに何かミツバチヘギイタダニ対策として片手落ちの部分はないでしょうか。まず、この養蜂場では折を見てオスバチの巣房を潰していますが、オスバチの巣房を潰すたびにそこにミツバチヘギイタダニがいないかどうかチェックしています。この画面ではまさにその作業をやっている最中なんですけれども、
仮にミツバチヘギイタダニがいたならば、白い液の中に赤い点々が浮かぶことになりますが、幸いそういうものは見られません。でなおこのコロニーではもう9月下旬だというのに変性黄鯛ができていました。それも潰したところです。それでは次に成虫の体表にミツバチヘギイタダニがついていないかどうかのチェックについてはどうでしょうか。内見の時には巣板にしがみついているミツバチを見ることになりますから、どうしてもこの画面の中でやっているように蜂の背中側を見ることが中心になってしまいます。しかし先ほど言ったようにミツバチヘギイタダニは蜂の背中側ではなくてむしろお腹側についていることが多いのです。したがって蜂の背中だけを見ていたのではミツバチヘギイタダニのチェックとしては不十分です。なお今女王蜂が産卵しました。そこで何とかして蜂のお腹側を見る方法を考えなくてはいけません。この養蜂場ではスズメバチ対策としてご覧のように巣門の前をネットで覆っています。このネットをミツバチは自由に通過することができるのだけれども、大柄なスズメバチは通過することができない。これが2年前にこのネットを設置した当初の目論見でした。そして最初のうちはこのネットは実際にもこのように機能していました。しかし最近は年月を経てネットが古くなりメッシュが緩んできて、小柄なケブカスズメバチであるならばネットを通過することができるようになってきています。しかしオオスズメバチや大柄なケブカスズメバチに対しては依然としてこの古いネットでも有効です。それはともかく、ミツバチもネットを通過するときには一旦ネットにつかまり、その上で頭からネットを通過していきます。そしてそのネットにつかまったときにお腹側をこのように観察することができます。ネットの外から内に入るときには背中しか見ることができませんが、反対にネットの内から外に出るときにはお腹側をしっかりと見ることができます。なお今映っているのは朝の7時半頃に撮影した映像です。まだ気温が低いためにミツバチの動きが鈍く、そのためお腹の様子を観察しやすいです。そしてこの様子を写真で撮ってダニがついていないかどうかを後でじっくりと検討します。網が邪魔になりますが、ミツバチヘギイタダニは幅が 1.5mm 程度あって、結構大きい。その上色が赤くて目立つのでミツバチに取り付いていると網があっても見つけることが可能です。同じお腹側でも主にチェックすべきは腹部です。胸部にミツバチヘギイタダニが取り付いていることはあまりないようです。こうやってこの日は51頭のミツバチのお腹を調べました。その結果は幸いにも1頭のミツバチヘギイタダニをも見つけることができませんでした。ミツバチヘギイタダニの寄生率は 0% でした。ではこうした寄生率の調べ方には一体どのような問題点があるのでしょうか。一つは調べたサンプルの数です。今回は約50体を調べましたが、一群の個体数を2万頭とすると、統計的に優位な寄生率を導き出すためには400頭程度のサンプル数が必要でしょう。これと比べると今回のサンプル数は少なすぎます。これは撮影に適した時間帯が割と限られていたことによります。今映っているのは朝8時前の巣門付近の様子ですが、蜂たちの動きが低温のためにまだ鈍いです。こういう状態だと撮影はうまくいきます。しかし、これは昼下がりの同じ巣門付近の様子なんですけれども、蜂たちの動きが非常に活発になっています。こうなってくると蜂の動きが素早すぎて蜂のお腹の写真を撮るのはなかなか大変なことになります。ですからこの時期撮影に適した時間帯は1日の中でも限られていますので、先ほど言った必要なサンプル数に達するためには
撮影技術を磨いて短時間で多数の写真を撮ったり、蜂の素早い動きに対応して撮影できるようになるか、あるいは複数日にわたって撮影を行うかです。そして複数日にわたって撮影を行う場合、そこからいくつかの複雑な問題が発生してきそうですけれども、それらはおそらくは誤差の範囲内でしょう。しかしここで見方を変えて、現状の50頭程度のサンプル数の調査の意義というものを考えてみますと、計算したところ、95% の信頼で寄生率の上限は 6% 程度と見積もられました。これはこれでダニ対策を今後講じていく上で十分に使える調査結果と言えると思います。この動画で紹介しているダニ寄生率の調べ方の問題点、その2つ目は調査対象を巣門を出入りしている蜂に限定しているということです。その多くが外勤蜂でしょうから、内勤蜂は調査の対象からほぼ外されていることになります。働き蜂は羽化後20日間の内勤蜂の期間を経て外勤蜂になっていきます。通常日齢を経るに伴ってダニの寄生率は高まっていくのではないかと思いますので、内勤蜂よりも外勤蜂の方がダニの寄生率は高いのではないかと思います。ですから外勤蜂に偏った私たちの調査はダニの寄生率を厳しめに評価している可能性があると思います。この動画で紹介しているダニ寄生率の調べ方の問題点の3つ目は、現時点では調査対象が1つのコロニーにとどまっているということです。ここでは先ほど述べた調査時間の制約の問題が再び現れてきています。今後日を改めて別のコロニーの調査に取り組んでいくことになります。この動画で紹介しているダニ寄生率の調べ方の問題点の4つ目は、同じ蜂の個体を複数回撮影してしまう可能性があるのではないかということです。確かにこういうことはあるかもしれませんけれども、無視しても良いほど低い確率でしか起こらないことだと思います。したがって実用的には無視しても良いことだと思いますが、どうしても気になる場合には撮影した個体にマーキングして重複して撮影しないようにする工夫が必要でしょう。なお、撮影した写真は全て判定材料として使うことができたわけではありません。そこで今から NG であった写真を2枚紹介することにしましょう。この写真はお腹が正面から写っていないので判定材料としては使えませんでした。またこの写真は網がお腹を覆い隠しすぎているために判定材料として不適と判断しました。なお、この動画では巣門を出入りするミツバチのお腹側を写真撮影してダニの個体数を評価しましたけれども、一般にはシュガーロール法といってミツバチに砂糖をまぶして落下してくるダニの数から巣箱の中のダニの個体数を評価するなど、いくつかの方法が提案されているようです。はい、ということで今回は巣門付近で行った写真撮影を通じて巣箱の中のダニ寄生率を評価し、その寄生率が 6% 以下である確率が 95% であるという結果を得ました。そしてこの評価方法の問題点を4つ指摘しました。いかがでしたでしょうか。なお登録高評価で応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。今回はこの辺で失礼させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。なお今の映像では働き蜂が有名な尻振りダンスをやっています。こうやって仲間たちに蜜源の場所を教えているのです。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。